今回はデーツあんこのアレンジレシピ5選をご紹介したいと思います。以前投稿したデーツあんこの作り方が大変反響をいただきました。動画を見てくださった皆様、嬉しいコメントをくださった皆様、本当にありがとうございます。動画をまだ見ていない方は概要欄にリンクを貼っておきますので、ぜひご覧くださいね。デーツあんこを和風や洋風にアレンジして罪悪感のない体に優しいスイーツに変身させていきますよ。では早速作っていきましょう。このチャンネルでは体に優しい季節の料理や暮らしに役立つ情報などを配信しています。ご興味ある方はぜひチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いいたします。アレンジ1つ目は発酵ぜんざい。ビタミン、ミネラルたっぷりなデーツあんこに発酵食品である甘酒をプラスした腸活もできるぜんざいです。デーツあんこと甘酒を鍋に入れます。お水を入れてお好きなゆるさに伸ばしてください。今回はあんこと水を同量で入れました。デーツあんこは水分の飛ばし方によって出来上がりの硬さが違うと思いますので、水分の量はあくまでも目安にしてください。甘酒は市販のものでも自家製でもどちらでも大丈夫です。お餅も焼きます。お正月のお餅は余りがちですが、この優しい甘みのぜんざいと一緒に食べると幸せな気持ちになるんです。こんがり焼けました。完成です。ほんのり甘酒の香りがする発酵ぜんざい。甘すぎず上品な味です。優しいあんこの甘みとこんがり焼いたお餅の相性といったら最高です。発酵食品である甘酒パワーで体に優しく、お腹にも嬉しいぜんざいですよ。次は生クリームを使わないクリームあんサンド。小豆とクリームの組み合わせは美味しいけれどカロリーが気になります。そんな時は水切りヨーグルトで代用。ヨーグルトを水切りするとヨーグルトの酸味が抑えられ、あんことの相性も良くなります。ざるにキッチンペーパーを敷いてヨーグルトを入れたら、あとは一晩冷蔵庫に置いておくだけ。しっかり水分が切れました。甘みを加えたい場合はお好みで入れてくださいね。ここまでくればあとは盛り付けるだけ。水切りヨーグルトをたっぷり塗ります。あんこをたっぷりのせてサンドします。完成です。濃厚な水切りヨーグルトが生クリームのよう。今回は食パンで作りましたが、ロールパンでもバケットでも美味しいですよ。
タンパク質豊富な発酵食品であるヨーグルトを使っているので、普通の生クリームあんサンドよりも血糖値が上がりにくく、体の負担になりにくいです。次はスイートポテトまんじゅう。和と洋のコンビネーションです。さつまいもの皮を剥きます。皮を剥いたら一口大に切っていきます。切ったものから水にさらしてアク抜きしていきましょう。5分間ぐらい水にさらし、アク抜きしたら柔らかくなるまで茹でていきます。さつまいもが柔らかくなったらお湯を捨てマッシャーで潰しましょう。潰し終えたらバターを入れます。ここで一度味見をしてみてください。あまり甘くないお芋の場合もありますので、甘みを足したいときはお好みで入れてくださいね。トースターの天板か耐熱皿にアルミホイルを敷きます。このままスイートポテトを置くと焼いた時にくっついてしまうので、薄く油を塗っておきます。ラップの上にさつまいもを置いてあんこを入れて包みます。お芋がパサパサしていて丸めづらそうな場合は水や牛乳を足して柔らかくしてくださいね。あまりあんこを詰めすぎるとさつまいもで包んだ時にあんこが飛び出てしまうので、少なめにした方がいいかもしれません。表面をきれいに整えます。今回はおまんじゅうみたく丸めていますが、スイートポテトの形にしても良いかもしれませんね。艶出しのための卵黄を用意します。表面に卵黄を塗って照りを出します。最後に飾り付けで黒ごまをのせます。トースターの200度ワット設定の場合は600ワットで綺麗な焼き色がつくまで焼きます。だいたい7分前後で焼き色がついてきますよ。焼けました。
スイートポテトの良い香り。できました。ホクホクのスイートポテトの中からとろっとあんこが出てきます。スイートポテトはしっとり、あんことの相性は抜群です。いただきます。黒ごまがまたいいアクセントになっています。スイートポテトにバターを入れることで濃厚になり、あんこがより美味しく感じます。次はあんこトリュフ。無性にチョコが食べたくなる時ってありますよね。そんな時におすすめなのがあんこトリュフです。まずはチョコを小さく割っていきます。溶けやすくなるようになるべく小さく割りましょう。今回はミルクチョコとダークチョコを半々で作ります。湯煎にかけながら溶かします。チョコを溶かしている間にあんこを丸めます。バットやお皿にクッキングシートを敷いておきましょう。スプーンを使って丸めると手が汚れません。あんこが緩くて丸めにくい時はフライパンで炒めて水分を飛ばしましょう。手で丸めて綺麗な形にするのも良いですが、スプーンで丸めたいびつな形のトリュフも可愛いですよ。チョコが溶けてきました。チョコが溶けてきたらお鍋かレンジで温めた牛乳を入れます。よく混ぜましょう。牛乳は冷たいまま入れるとチョコが分離してしまうので注意してくださいね。こんな感じにトロトロになれば OK。あんこに塗っていきます。スプーンなどを使うと塗りやすいです。表面が塗れたら裏返して反対側も塗っていきます。あんこもチョコも茶色いので分かりづらいですが、全部塗れました。あとは冷蔵庫に入れて15分ほど冷やします。
チョコがいい感じに固まりました。あとはココアをまぶすだけ。完成です。見た目はトリュフそのものですね。食べてみると優しい甘みのあんこがとろり。こちらはバレンタインにプレゼントしても喜ばれます。あんこにラム酒を混ぜるとリッチな大人トリュフになりますよ。さらにアレンジとしてはホワイトチョコにくぐらせてから抹茶やきな粉をまぶしても美味しくいただけます。最後は小豆ラテ。これはあんこがちょっと余った時などに大活躍するレシピ。グラスにあんこを入れて上から牛乳や豆乳を入れるだけ。層になっていて綺麗ですよね。ちょっとずつ溶かして飲むのが好きです。いただきます。個人的には牛乳に粉末抹茶を入れて作る小豆抹茶ラテが好きです。小豆ラテもいろいろアレンジできるので楽しいです。小豆抹茶ラテは最もおすすめの一つ。抹茶がお好きな方ならハマること間違いなし。ほろ苦い抹茶とつぶつぶのあんこが美味しいんです。ほっと一息したい時に小豆抹茶ラテでおうちカフェを楽しんでいます。デーツあんこのアレンジレシピ5選、いかがだったでしょうか。デーツあんこはアレンジせずそのまま食べれるくらい美味しいんですが、いろいろアレンジすることでさらに美味しくいただくことができます。どれも簡単なものばかりなので、ぜひ作ってみてくださいね。最後までご視聴していただきありがとうございました。